天使よね。なんで時間はあなたを群れていってしまったまま、私だけをここに放っておいたのでしょうか。窓から差し込む薄光色の朝日が、あの日と同じように静かに畳の上を張っています。カチコチと時を刻む時計の音だけが、この広すぎる部屋に響き渡る、あまりにも残酷で穏やかな朝。あなたがいなくなってから今日でちょうど1年が経ちました。おはようと声をかけても帰ってくるのは冷たい空気の震えだけ。あなたの座っていたあの椅子は今もあの日と同じ角度であなたのぬくもりを待っているかのようにそこに佇んでいるのです。2つ入れるのが当たり前だったお茶。湯気の向こう側に新聞を広げるあなたの姿を探して、私は今日も空っぽの空間に微笑みかけてしまうのです。ああ、神様、どうして時間はあなたを連れ去ったまま、私だけをこの場所に置き去りにしたのでしょうか。会いたくて、会いたくて、胸の奥が張り裂けそうな夜を、私は一体何度数えてきたことでしょう。指先に残るあなたの手の感触も、耳元で囁いてくれた低い声も、薄れていくのが怖くて、私は今日も瞳を閉じてあなたの影を追いかけます。私は今日、止まってしまった私の時計の針をほんの少しだけ動かしてみようと思うのです。それはあなたを忘れるためではなく、あなたを一生抱きしめて生きていくための悲しい決意。私は幸せになってもいいのでしょうか。震える声で天国のあなたに問いかけてみたいのです。短くて胸が照らしていくような夜を私は何度も数えてきたのじゃ。あなたが旅立ったあの日から、この家の中には音というものが存在しなくなってしまったようです。いえ、正確に言えば、私を包み込むのは、耳を刺すような鋭い静寂という名の騒音でした。玄関の鍵を開け、重い扉を押し開けるたびに、私は無意識に息を止めてしまいます。ただいまという、かつては空気のように自然だった言葉。それが喉の奥で使えて、決して外には出てこない。だって、いくら待っても奥の部屋から、あなたのお帰りという、あの少し低くて穏やかな声が返ってくることは、もう二度とないのですから。あなたが脱ぎっぱなしにしていた、あのかかとの擦り切れたスリッパ。それを揃えて片付けるだけのことが、私には山を動かすよりも難しいことのように思えました。それを動かしてしまったら、あなたが今、そこに立っているという、最後の証拠を私自身の手で消し去ってしまうような気がして、怖くてたまらなかったのです。テレビをつけても、笑い声が虚しく響くだけ。ラジオの音楽を流しても、心の隙間を通り抜けていくだけ。一人の夜は、こんなにも濃く、こんなにも冷たい嫌味を連れてくるものだったのですね。隣で聞こえていたはずの、あの安心する寝息。暗闇の中で、無意識に隣へ伸ばした私の手が、冷たく冷え切ったシーツに触れるたび、私は自分が一人きりになったことを、毒を飲まされるように突きつけられるのです。夜が明けるのが、これほどまでに恐ろしいと思ったことはありませんでした。季節が巡り、
冷たい風が窓を叩くたびに、私は逃げるようにクローゼットの重い扉を開くのです。そこは、あなたという人が確かにここにいたことを教えてくれる、私だけの聖域。奥の方にひっそりとかけられた、あなたが愛用していたカシミヤのコート。その袖にそっと腕を通してみると、驚くほどあなたの体温がまだ残っているような、そんな残酷な錯覚にとらわれてしまうのです。思わずコートに顔を埋め、深く息を吸い込むと、洗剤の香りと、あなたがいつも好んでいたタバコの匂い、そして、あなたの肌の温かい香りがかすかに混じり合って、私の鼻先をかすめる。ああ、あなた、本当に言ってしまったの。そうつぶやく私の声は、誰にも届くことなく、暑い冬物の服の中に吸い込まれて消えていきました。棚の隅で見つけた、あなたの老眼鏡。レンズについた小さな指紋さえも、愛おしくて、消してしまいたくなくて、私はただ、それをそっと胸に抱きしめることしかできないのです。二人で行った箱根の温泉の半券、私の誕生日に無理をして買ってくれた少し傷のついた革の財布。世間から見ればただの古いガラクタかもしれません。けれど、私にとっては、あなたと生きた証そのもの。思い出は、今の私を支えてくれる唯一の杖でありながら、同時に、鋭い針となって私の心を何度も何度も突き刺してくるのです。捨てられないものが増えていくのは、私がまだ、あなたとの過去に閉じ込められていたいからなのでしょうか。なんで私で残しまったのですか。約束しました。外は叩きつけるような激しい雨。まるで私の心の中に溜まったドロドロとした悲しみを代わりにかき消そうとしているかのような容赦のない音なのです。窓ガラスを激しく叩く雨粒を見つめながら、私は暗闇の中に一人立ち尽くしています。ふと外に目をやれば、一つの傘に身を寄せ合い、笑い合いながら歩いていく若い夫婦の姿。そのあまりにも眩しい光景が、私の胸に鋭いナイフを突き立てるのです。どうして私だけを残して行ってしまったの。一度溢れ出した問いかけは、止めることのできない濁流となって、私の口から溢れ出します。約束したじゃない。最後まで一緒にいるって、私を一人にはさせないって、そう言ったじゃない。誰もいない部屋に、私の絶叫が虚しく響き渡る。壁に跳ね返ってくるのは、あなたの優しい声ではなく、震える自分の情けない声だけ。1年前、あなたの指先が次第に白くなり、体温が失われていくのをこの手で感じたあの瞬間。あの時、私の魂も一緒に連れて行ってくれればよかったのに、孤独という名の怪物が、夜が来るたびに私の足元から這い上がり、心臓をじわじわと締め付けていく。暗闇の中であなたの名前を何度呼んでも、枕を濡らす涙を拭ってくれる人はもうどこにもいない。一人で生きるということは、こんなにも息苦しく、明日が来るのがこれほどまでに呪わしいことだったのでしょうか。ねえ、あなた、聞こえているなら答えて。私をこの底なしの闇から連れ出して、
泣き疲れて眠りにつき、重いまぶたを開ければ、また容赦のない現実が私を待っているのです。悲しみに浸り、あなたの名前を読んでいられる時間は、実はとても贅沢なものだったのかもしれません。生活という名の歯車は、私の心がどれほど壊れていようとも、決して止まってはくれないのです。ある日の夕暮れ、リビングの電球がふっと音を立てて切れ、部屋が急に暗闇に包まれました。あなた、電球が、そう言いかけて、私は自分の愚かさに唇を噛みました。高い椅子を引き出し、震える足でのどり、天井を見上げる。かつては、あなたの大きくて温かい背中が、当たり前のようにそこにあった。お前は危ないから、俺がやるよと、あなたはいつも笑って私を遠ざけた。今は、自分の細くなった腕を必死に伸ばしても、指先がやっと届くか届かないか。暗闇の中で一人、冷たい電球を回しながら、私は情けなくて、悔しくて、涙が止まりませんでした。固く閉まった瓶の蓋、重い買い物袋、そして、届くはずのないあなた宛ての郵便物。一つ一つは、日常の本の些細な断片に過ぎません。けれど、その積み重なりが、もう、あなたはこの世にいないのだという、冷酷な事実を、鋭い刃となって私の胸に突きつけてくるのです。守られていたのだと、あなたという大きな傘の下で、私はたが甘えて生きてきたのだと、今更ながら気づかされる自分の幼さ。一人で生きていくということは、こうした小さな絶望を、毎日一つずつ、自分の手で片付けていくことなのですね。逃げ場のない現実が、鉛のような重さで、私の肩にのしかかってくるのです。そんな、ため息さえも凍りつくような冬の日の午後でした。重い腰を上げ、あなたが使っていた古い書斎の机を意を決して整理しようと思ったのです。埃を被った引き出しの奥、色あせた家計簿の間に、かすれた文字で書かれた一通の封筒を見つけました。それは、病院へ行く前、あなたが私に黙って残してくれた最後の手紙でした。震える指で封を開けると、そこにはいつものあなたのぶっきらぼうで、でも温かい筆跡が並んでいました。あなた、私が亡くなってもあまりにも泣きすぎないでください。おい、俺がいなくなっても、あまり長く泣き続けるなよ。お前の笑顔が見られないのは、そっちの俺も辛いからな。その一行を読んだ瞬間、私の視界は涙で激しく歪みました。あなたは知っていたのですね。私がこうして、暗闇の中で立ち止まってしまうことを。無理はするな。でも、たまには美味しいものを食べて、綺麗な花を見て、笑って生きてくれ。それが俺の最後のお願いだ。手紙の最後には、小さな、本当に小さな花びらの押し花が一つ、添えられていました。ああ、あなた。あなたは最後まで、私を一人にはしていなかった。私の心の中に、あなたは希望という名の種をそっと植えていってくれたのですね。ふと紅目を向ければ、あなたが大切に育てていた、あの枯れかけていたサボテンに、鮮やかな紅色の花がたった一つだけ
凛と咲き誇っていました。凍てつく冬を耐え抜き、誰に見られることもなく、静かに、でも力強く、私は生きていかなければならない。あなたの分まで幸せにならなければならない。私の止まっていた時計の針が確かな音を立てて、一歩前に進んだような気がしたのです。最愛のあなたへ。そちらの空は、今日もあなたが大好きだったあの澄み切った青色をしていますか？あなたが旅立ってから1年。この365日は、私にとって、自分の心の中にある底なしの海を、ただ一人で泳ぎ切るような、そんな途方もない時間でした。何度も波に飲み込まれそうになり、何度も沈んでしまいたいと思った。愛するあなた、今安心してそこで見守ってください。けれど今日、私はこうして、あなたのいない食卓で、温かいお茶を入れて座っています。正直に言えば、寂しくないと言えば嘘になります。今でも、不意に玄関が開く音がすれば、あなたが帰ってきたのではないかと心臓が跳ね上がります。寝室の片隅に、あなたの面影を探して手を伸ばしてしまう夜も、まだあります。でもね、あなた。私はもう、大丈夫です。あなたが残してくれたあの手紙と、ベランダで咲いたあの赤い花が、私に教えてくれました。悲しみは消し去るものではなく、これからの人生を一緒に歩んでいくための大切な愛の形なのだと。一人にさせてごめんなんて、もう二度と言わないでくださいね。私は一人ではありません。あなたと過ごした30年、1万日を超える日々の中に刻まれた、数えきれないほどのありがとうが、今の私を支える力強い杖になっているのですから。次に私たちが会えるその島で、私はこの場所で精一杯自分らしく生きてみようと思います。あなたが惚れ直してくれるような、そんな凛とした美しい私でいたいのです。あなたの分まで、この世界の光を浴びて、美味しいものを食べて、たくさん笑います。だから、どうか安心して、そこから見ていてください。今まで、私を愛してくれて、守ってくれて、本当にありがとうございました。愛しています。いつまでも、永遠に。今日、私の心の奥底に眠る、拙くて長い物語を最後まで聞いてくださったあなたへ、心から感謝の気持ちを伝えたいのです。もしかしたら、あなたも今、出口の見えないくらいトンネルの中を一人きりで歩いているのかもしれません。愛する人を失い、心にぽっかりと開いた穴をどうやってうずめればいいのかわからず、立ち止まっているのかもしれませんね。周りの人がどんなに励ましてくれても、その優しさが帰っていたくて、孤独という名の檻の中に閉じこもってしまいたい夜もあるでしょう。でも、これだけはどうか忘れないでください。あなたが流したその涙は、弱さの証ではありません。それは、あなたが誰かを深く、真実の愛で愛し抜いたという、この世界で最も尊く、美しい証なのです。悲しみは、無理に消そうとしなくていいのです。時が経てば、その激しい痛みも、少しずつ、
静かな凪のような愛着へと変わっていく日が必ず来ます。私たちは誰しもが一人で生まれ、一人で旅立っていく存在かもしれません。けれど、こうして空を見上げ、誰かを思い、涙を流すその瞬間、私たちは決して一人ではありません。同じ痛みを知り、同時空の下で明日を待つ仲間が、ここにも、あそこにも、確かに存在しているのです。今日という一日が、あなたにとって、昨日よりもほんの少しだけ、呼吸が楽になる時間でありますように。今夜、あなたが眠りにつくとき、優しい風があなたの方を撫で、穏やかな夢を見せてくれますように。悲しみの先にある柔らかな光を信じて、またどこかでお会いしましょう。その時までどうかお元気で、悲しみの先にある柔らかな光を信じて、またどこかでお会いしましょう。その時までどうかお元気で。最後になりますが、今日この場所であなたと巡り会えた奇跡に心から感謝いたします。もし私の物語があなたの心に寄り添い、ほんの少しでもぬくもりを届けることができたのなら、これほど嬉しいことはありません。これからもこの場所で寂しさを分かち合い、共に歩んでいけることを願っています。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンで、私の小さな支えになっていただけないでしょうか。あなたの応援が、明日を生きる何よりの力になります。そして、あなたの心の内を、ぜひコメントで聞かせてください。一通一通、大切に読ませていただきます。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。あなたの明日が穏やかな光で満たされますように。今日も最後まで一緒にいただきありがとうございますね。これからも夕暮れの時間を、はい、一緒に笑いし、一緒に歩いていく仲間として共感できる話をお伝えします。